out, old friend. はい、どうも、しんです。本日は、先ほどムービーを見ていただきました、アーク2についてと、その開発エンジンになっております、アンリアルエンジン5についてのご紹介となります。簡単に目次としましては、大きく分けて3つ。1つが、今出ている情報からのストーリーであったり、どういったゲームになるであろうという考察になります。自分的な情報と、今現状出ている本編クリアしたムービーであったり、今出ているムービーであったり、出ている情報をもとにちょっと考察した内容になってます。二つ目がゲーム開発エンジンで使われることが発表されましたアンリアルエンジン5についてどういったものなのかであったり、あとそれがどういったことができるのか、で、それが実際アークにどう関わってくるのかっていうところをメインにご紹介していこうかと思います。三つ目がですね、そのアンリアルエンジン5を利用することによって、悪に対して期待と不安っていうところですね、が出てきますので、その辺について少しお話ししていこうかなと思います。ではですね、実際内容に入っていきます。まず、アーク2に関してなんですけども、時系列としては、今出ているジェネシス2の後のお話になります。簡単に言うと、前回クリアムービーお送りしましたが、気になる方は一度少しネタバレになるんであれなんですけど、見ていただければと思います。実際お話としては、ジェネシス2でボスを倒して、最終的に惑星に降り立ったというところですね、になっているので、その惑星でのお話、2がどれぐらいのストーリー性ですね、長さを持つものになるのかっていうのは、現状まだわからないので、実際本編のアークであれば、アイランド、ウォッチドアース、アベレーション、エクスティンクションの4部でバックストーリーが流れまして、ジェネシスの1、2で、サバイバーのストーリーが流れた状態になってるんですが、実際ちょっと何部作のストーリーで考えられているのかっていうのもあると思うので、わからないですが、とりあえずスタート地点としては、見知らぬ惑星に降り立ったというところからの続きですね、になります。これは公式ウィキでも出てるので、おそらくそのストーリーになります。ただ、そこからどれぐらいの期間が経っているのかっていうのがわからないので、そこに関してはしばらく経った後なのか、何世代か経った後なのかっていうところはあると思うんですけども、ストーリーがそこで進んでいくという感じのようですね。ムービーから見るところではあるんですけども、ムービーの中にですね、いくつか気になる部分っていうのがあって、まず最初に出てきた蛮族みたいなものですね。が、単純に PVP としてのストーリー性の中に出てくるキャラクターなのか、別サバイバーですね。ただ明らかに人間味が離れているので、ワンチャン原住民でいう可能性もあるので、普通に恐竜サバイバルだけではなくて、そういう原住民との戦闘であったりっていうのも考えられるところ、NPC が出てくるっていうところですね。他のメンバーも可能性としてあるんですけど、現状ですね、発表されている中で、ムービーでも出ていた男性ですね。サンティアゴなんですけど、少しバックストーリー、アベレーションであったり、エクスティンクションでエクスプローラーノートを手に入れている、見ている人であれば、知ってる人もいるかもしれないんですが、サンティアゴっていう人ですね、が出てきますし、俳優の人がですね、出演するという話も出てるので、おそらくサンティアゴ自体は出てくると。それがサンティアゴを操作するのか、おそらくいきなりサンティアゴの操作っていうこともないと思うので、サバイバープラス NPC としてサンティアゴが出てくる可能性が高いなというところが
あります。ちょっとそのあたりがどういう結びつきにするのかっていうところはかなり期待されるところではありますね。ちなみにサンティアゴ、知らない人のためにネタバレにならない程度にご紹介しておきますと、未来人、現代を今としたら未来人になるんですけど、現代からアークの世界までの間の人ですね、時代的に行くと。軍人さんでテック技術とかが発展している間の人たちっていう感じですね。のエンジニアになります。テックスーツ作った人です。鉄系の装備とかですね。エクスティンクションでいうメック作った人です。そういうエンジニアさんになるんですけど、ジェネシス2の最後のムービーに出た人でもあります。発表的に行くとサンティアゴの4代目っていうお話なので、多分生まれ変わり的な部分だと思うんですけど、なんで記憶は多分サンティアゴのままなんだとは思うんですが、最後のムービーで出てきた人と今回のデモムービーで出てきた人が同一人物か生まれ変わってるのかはわかんないですけど、一応システムの認証としては同じサンティアゴになってましたね。かなり NPC が出てくる確率は高いと思われます。一応インプラントのあれもあったので、おそらくその辺の技術は使われた人たちっていうところにはなってくるかと思います。世界的には何か原始的な部分ですけど、やはりアークのテック技術も存在はしているようなので、どっちかというと、ムービー見る限りであれば、初期のアークとかに近い感じのものであったり、ラグナロクとかあのあたりの遺跡と野生が絡み合ってるみたいなマップの可能性が高いのかなと思われます。洞窟内で出てきた石碑の部分なんですが、絵としてアークのオベリスクが出ているのと、ここに繋がってですね、ミニヘレナがいるんですよね。その部分も含めて映像から考えるに何かしら、ちょっとネタバレになるかもしれないですが、最終的にミニヘレナに HLN に守ってもらったところもあるので、それが記録として残されているのかどうなのかっていうところになると思います。おそらく右側の部分に関しては単純にステップシップのリングの部分になってるんだと思うので、そこから降りてきたのかそこに向かう部分になっているのかっていうストーリーだとは思うんですけど、どうでしょうね。で、最終洞窟から出てきたところではあるんですけど、やはりちょっと面白そうな平地と高原とっていう地形があるので、これはかなりマップ的に楽しめそうですし、いくつかマップがあるとして、おそらく一発目のマップはこういったマップになるんだと思うので、ちょっと期待大ですね。多分、ロゴが出るときに釣ったでっかいやつですね。ちょっと円形みたいなやつに関しては、おそらく落ちてきたスペースシップの残骸っていうことだと思われます。なので、さっきもおそらくジェネ2のエンディングムービーで流れていたサンティアゴが入っていたポットの残骸なのかなというところはあると思います。少し気になるのが、かなり深読みかもしれないんですけど、この少女ですね、サンティアゴと一緒にいるんですけど、かなり主役っぽい雰囲気を醸し出してると思うんですけど、可能性として2つあって、エレナさん本人って結果連絡がつかないっていう状況になってたんですけど、その部分もあるんですが、多分可能性的にでかいのはエレナ自身ではなくて、最後のHLA さんが生まれ変わった的なものがある可能性が高いかなと今は思ってます。ちょうどヘレナの石像のところでインプラントも反応してたんで、それをサンティアゴが知ってるか知らないかはともかくとして、そんな可能性も含んでるかなと思ってちょっと期待してます。ここから本題という部分でもあるんですけど、アンリアルエンジン5がアーク2のゲームエンジン、開発エンジンとして使われているという発表が先日ありました。ちょっとペットステータス編をかなり時間かけて作ってたので、少し、情報ですね、遅くなってしまったんですが、それがどういったことなのかっていうところもわからない人が多いと思うので、簡単にご案内していきますと、ゲーム開発エンジンって何っていうところなんですが、簡単に言うと、ゲームを開発するためのプラットフォーム
みたいなものになってまして、もちろんゼロからも作れるんですが、ゲームを作るための土台みたいなもの、ゲームを動かすために必要なものという認識でいいかと思います。このアンリアルエンジン何がすごいのかっていうところなんですが、かなり画期的です。実際、アンリアルエンジン4の時代ですね。一つ前の時代でも有名なスター・ウォーズの今ドラマ版でマンダロリアンっていうのをやってるんですけど、そこの撮影にも使われたりしているものですね。リアルタイムで、後ろにスクリーン伸ばして映像を流しながら演技をするという形で使われているものになりまして、それのさらにアップグレードしたバージョンっていうと凄さがわかるのかなというところになるんですが、先ほどからこの見ていただいている画像もアンリアルエンジンの公式サイトのところで出ている部分で、ゲーム画像ではないんですけど、写真として動かしてどういう表現ができるのかっていうのが出てます。こういうところ、自動オープンワールドストリーミングが使われてるよとかですね。動かせるんです。一応概要欄にURL 貼っときますんで、またご自身で見ていただければと。昼と夜こうやって変えれたりもするんで、夜だとこういう感じになるよみたいなもの。あと場所を移動して、こういう感じですね。にしたりとかもできるので、結構見ていただくと面白いかと思います。もうほとんど実写と変わりないですよね。ただのストリートビューみたいな、人がいないストリートビューと変わりがないっていう話ですもんね。作り的にストリートビューっぽい感じになってるので、多分今パソコンで見てますけど、スマホとかでも見れるんじゃないかなと思います。この画像はですね。で、一応ですね、PlayStation 5と Xbox に関してデモ映像というか、デモゲームというか出てますので、まずはそちらの映像をどうぞ。Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. But computers are also mirrors, reflecting back who and what we are and the choices we make, the worlds we build. They also confront us with questions about why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This isn't real. What is real? How do you define real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then, we talked a lot about where the digital age might take cinema and narrative. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss, and I played Trinity in the Matrix films. 20 years ago, we asked ourselves how long it would be before faces and bodies could be changed as easily as we change clothes. We wondered, what would identity mean in a completely digital world? And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own?
some sexy action. Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. You still got it. Like riding a bike, they say. I sometimes miss this version of us. Me too. The hell are you doing back there? Sorry, I was told this is a sim preparing me to fight the system. Right on. You know about this? Yeah. It's all supposed to be a little unreal. Word of advice. Agents are bad. But whatever you do, stay the hell away from marketing. See you soon. So, what now? Haven't you ever watched a movie before? Shoot the tires. Say no more. Keep them off us. You drive. I'll shoot. Dodge this. Trinity? They're on the car! Who's the roof? My pleasure! Sorry, boys! Of course they have a helicopter. Watch out! We need cover! Hang on. Still on us! Up ahead. It's supposed to be safer! These guys just don't give up. Watch out! Hang on. Okay, how about the big gun? Thought you'd never ask. You boys are gonna get a kick out of this. Come and get it! There's too many of them!
一応全部ゲーム画像です。おそらく実写は使ってないかと思います。まあデモなんで実写使ったら意味ないと思うので、かなりもう実写みたいだったと思うんで、わからないと思うんですが、おそらくアーク2のムービーもゲーム画像だと思います。まあ当時実写混ぜてるんだなと思って金かけてるなと思ったんですが、おそらくこれで作られたものかと思われます。アンリアルエンジン見ていただいた通りではあるんですが、実際、簡単にシステム的なお話になると、こういう映像に関してですね、通常であれば光を作る。実写と違うので、物があって、光があって、反射があるっていうのが一般的な部分になるんですが、結構反射を作るのって大変で、かなりの労力であったり、技術であったり、データ量っていうのが必要になってくる。が、それをオートで組んでくれるのと、この出てた部分ですね。文集の、交通システムであったりとか、こういうオープンワールドのストリーミング、読み込みであったり、遠くはぼやけて、近くは密度が高いんですね。写真でいう画素数みたいな感じで、ポリゴンって言って点が集まってる状態ではあるんですけど、近くの方が画素数が高かったりとか、こういう建物とかもプリセットであったりとかですね。で、動作であったりとか、いろんなテンプレートも用意されているので、割とゲーム開発自体が、個人でも作りやすくなってる感じにもなってますし、ハイグレードな今、求められるような 3D 画像の開発が簡単にできてしまうというものになってます。ただそのままプリセットで作ったらもちろんプロですし販売してるのでそのまま使うことは多分ないと思うんですけど、それをさらに各社なりに作っていくっていう感じになっていくと思うんですけど、そこに関して労力が普段かかってた労力が軽くなるっていうのと、さらに高品質なものが作れるようになってるというものですね。で、実際のところに関してはいろいろ詳しい情報とかも出てるので、興味ある人に関してはアンリアルエンジンの公式ホームページの、URL ですね、貼り付けておきますのでご覧いただければと思います。作れるぐらいのチュートリアルみたいなマニュアルが全部あるので、どういうことができるかとか、ちょっと、実際開発環境を使うにはそこそこ高いスペックがないと使えないんですけど、持ってる人がいればいじってみても面白いと思いますし、Twitter 始めたんですけど、告知じゃないです。ただ、自分の Twitter の方に海外の人ですね、が作ったアンリアルエンジン5を使って作ったアークの画像みたいなものも上がってるので、そういったものもリツイートで流してますので、よければそちらをご覧いただければと思います。かなり、すごいです。割とゲーム感覚で、シミュレーション好きな人だとしたら、ゲーム感覚で作ってみても面白い感じのものになってると思います。地形とかはですね、さすがに動かしたりとかになってくるといろいろあるので大変だと思うんですけど、それでも多分作りやすいかと。気になっている部分として、まずですね、グラフィックスとしてビジュアルの部分が大きいんですけども、もう一つが、このマルチプレイヤーフレームワークっていうもの出てるんですけど、これ自動翻訳されてるんで多少変わってる部分はあると思うんですけど、翻訳がおかしい部分。簡単に言うと、実際エピックゲームスが持っていたプラットフォームを、いろんなパターンでマルチプレイを実際行ってきた中で培ったものを開放してるらしいので、軽くですけど調べたんですが、料金載ってなかったんで、多分無料で使えるタイプのものになってると思います。これはこれでかなりすごい。逆にマルチプレイを作れるっていうことになるんで、もう一個ですね、この高品質なデジタルヒューマン。さっきのムービーでも見ていただいたと思うんですけど、こんだけ近寄ってる状態でも、ほぼリアルで作られている感じですね。こういう感じで、事細かくですね、設定ができるようなんで、かなり、テンプレも結構あるみたいなんですけど、かなりすごいことになると。かなりライティングとか光関係がかなりすごいことになってるっぽいんですね。見る限り。動きとか表情とかですね。そういうところも、作りもかなり細かにできてるみたいなんで、ちょっと気になる人はまた見ていただければと思うんですけど、こういうのも組み込まれて作られてくるっていうことになります。最後に、アーク2に関して、今の内容をもとに、アーク2に期待ができるところと、
不安に感じるところっていうのがありまして、期待できるところとしては、もともと Unreal Engine 5自体がマルチプラットフォーム開発を念頭に置いた作りになっているので、今現状 Arc2 としては PC 版と Xboxしか発表はされてないんですけども、まあもちろん幅広く対応していく可能性が高いと。ちょっと同じタイミングかどうかっていうのはあるんですけど、かなり今までみたいに各プラットフォームに合わせて作るっていう感じよりはかなり軽減されると思うので、マルチプラットフォームで対応していく可能性は高いかと思われます。もちろん Unreal Engine 自体がプレステ5の方でデモを作ってる通りですね、プレステ5の機能もかなり強化している部分もあるので、プレステ5に関しては出る可能性は高いかと思っております。予測ですけど。あともう一個期待できるところとして、先ほど見ていただいた人物の生成が、かなり作りやすくなっている。作りやすくというか、細かい形で作っていけるので、リアルに表現できるっていう部分もあるんですけど、ワンチャンアークの一番残念なところで、サバイバーを作り込めないっていうところですね。男女2タイプあって、スキンであったり髪型とかで対応しているような感じだったりするんですけど、簡単な体のサイズ変えたりとかですね、あれを改善されてかなりキャラクリが面白いことにできるんじゃないかなと思っている、期待している今日この頃です。キャラクリ結構好きなんで、アークでできればもうかなり熱いですよね。どうするかわかんないんですけど、不安のところに関してはおそらくですが NPC 出てきたとして、PVP がある分ですね、連れ歩くっていうのはあんまないと思うんですよね。なのでそこに関して残念かなというところですね。不安というよりは。もう一つとしてスペックが期待と不安っていうところにはなるんですけど、アンリアルエンジン自体もちろんゲーム開発は結構スペックいるんですけど、割と処理をオートマチックになっているのと、データ量を自動生成する部分があって、だいぶ抑えれる可能性が高い。高画質に関してマップの移り変わりであったりとか、そういった部分で抑えれる可能性は高い部分はあるんですけど、実際プレステ5でデモ見ていただいた通りですね。ただプレステ5って SSD で、かなり下手すればパソコンよりも伝達速度が高いんですね。なのでその高速移動に対してやはり伝達力っていうのは高くなってくるので、プレステ4に関しては出ることは出ると思うんですけど、 HDD でどこまでスペックを出せるのかっていうところと、それに対してどこまで抑えて出てくるのかっていうところですね。今みたいにプレステ4用のデータとして出てくるのかっていうところはあると思います。ただどうしてもおそらくプレステ5用とプレステ4用を分けたデータで提出することが、間にエピックゲーム収まってるのとやはりソニーのとかがあったりするので、2つを分けてそれぞれで申請を出すっていうことは結構難しいかと思われるんですね。詳しくは知らないんですけど、なのでどういう状態で出てくるか、プレステ5のスペックを落としてくるのか、プレステ5に合わせて作ってくるのかっていうところがあると思うので、その辺がどうなるかっていうところが心配なところですね。実際かなりデータ量とかも手間とかもですね抑えてできるんですけど、公式がバグに悩まされてるので多分結構いろんなことをしてるんだと思うんですね。何せワイルドカードなんで、もう7年も前から今のスペックの PC でやっと追いつけるゲーム作ってる会社なんで、さらに凝ったことをしてですね、さらに必要スペックを高めてくる可能性もあるので、ちょっとどういった感じになるのか期待と不安が入り混じっている状態ですね。実際に、今発表 PC と Xbox ではあるんですけど、おそらく少なくともプレステ5では出るかと思います。プレステ4に関してはどうでしょう。
発売されるまでにはプレステ5も結構安定してきたという噂もあるので、買えるようにはなってる可能性もありますし、どの道切り替わっていくと思うので、転売や撲滅とかいろいろ動いてるやつもあるので、そういったところも含めてですね、プレステ5手に入りやすくなると思うので、そっちで楽しんでいただくか、プレステ4を SSD に換装するかっていうところですかね。PC でも自分のやつでグラボが持つかどうかっていうところですかね。そんな感じでございます。おそらくマルチプラットフォームでは対応してくるかと思います。普通に作ってくれればいいんですが、ワイルドカードのことなんで、若干さらにハイスペックでゴリゴリってくる可能性もあるので、その辺が期待と不安というところです。ただ安心できるのは、やはりシステムがシンプルに作りやすくなっている部分があるので、割と開発スピードであったりとかですね、何かの不具合の修正であったりとか、開発スピードであったりとか、そういったところに関しては、あと人員ですね。もうシステム的に増えてくると思うので、独自のものよりは一般的になるんで、エンジニアも集めやすい部分も出てくると思うので、そういった面も含めてですね、かなりスピードであったり、バグであったりっていうところに関しては対応しやすくなってくるかとは思うので、そこをさらに改造してくるとどうなるかわかんないんですけど、期待はできるかなと思っております。ちょっと長く話しすぎてしまったので、一旦こんな感じで締めます。ただ、アンリアルエンジン5はすごいよっていうのと、また詳しくはですね、概要欄にいろいろ貼っとくので、Twitter の方でももし貼り切れなければいろいろ情報を流すと思うので、ぜひ Twitter フォローしていただいておけば動くと思うんで、よろしくお願いいたします。普段はトラップ動画であったり、建築動画、冒険動画、チュートリアルとかも上げていっておりますので、そちらの方も良ければご覧いただきまして、ちょっとでも役に立ったよとか面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。